はい、速報です。とんでもないニュースが入ってきました。岸田内閣不支持率 82% の衝撃。全国民現金10万円給付。特別定額給付金の2回目を実現へということで、給付金の最新情報についてお伝えさせていただきたいと思います。で、今日この動画をご覧になっていただいている方は、この特別定額給付金であるとか、いわゆる給付金の情報について、まだこの2回目があるかないかっていうのは分かってないんですけども、もしあった場合に確実に情報を知りたい。早く申請をして、確実に給付をされたいと思っていらっしゃる方がご覧になっていただいているパターンがほとんどだと思います。またこの給付金の情報が出ましたらすぐに動画でアップさせていただきますので、そういった情報が出たらすぐに知りたいと。確実に給付をされたい。早く申請をして早くもらいたいという方はぜひチャンネル登録をしていただければというふうに思います。早速いきたいと思います。まず、毎日新聞が2月17日と18日、いわゆる昨日と今日ですね、行った世論調査を発表しました。つい先ほどです。それによると、岸田内閣の支持率が過去最低の 14% になったという衝撃のニュースが入ってきました。これヤフーのトップに上がってます。で、さらにこの不支持率に関してはなんと 82% にも上っているといった衝撃のニュースが入ってきました。これはもう岸田内閣発足してもう過去最低の記録と、過去最低の支持率といったような形になっているということです。もうこれはひとえにとにかく政策について満足していないという国民の声があります。先月ですね、つい3週間前に毎日新聞が行ったこの岸田内閣の支持率は 21% ありました。少しこの、経済対策案で例えば、税金を納めてない非課税世帯に対して給付7万円をやったりとか、そういったことで少し支持率が上がったりといったようなこともありましたが、やはり国民全体の声としては岸田内閣の政策にノーということで過去最低の 14% といったような形になっています。もうこれはひとえにとにかくコロナ禍よりも生活が苦しいといったような実態があります。これは物価が上がっているのに対して給料は上がっていないといった国民生活の実情があります。いやいや、物価上がっているんですけれども給料も上がっているんじゃないですかという声があるかもしれませんが、これは大企業に関してはベアアップですとか少しずつ給料が上がっているといったような数字も出始めていますが、国民、我々一般的な国民の大半は中小企業に勤めています。中小企業はほとんど給料が上がっていないといったような実態があります。大企業に限って給料が少し上がっているというのはありますけれども、我々一般的な国民がの大半が勤める中小企業についてはほとんど上がっていない。その上で物価が上がっていると。これは例えばスーパーに行ってももう物によっては2割3割上がっているっていうのはもう当たり前になってきているといったような状況です。それに対して給料は上がっていないということで、コロナ禍よりも生活が苦しいといったような声があります。景気が減速して、倒産係数が増えたりとか、もう国民の生活というのは非常に苦しいといったような状況になっています。特別定額給付金っていうのはもともとこのコロナ禍にあった全国民を対象にした10万円を給付しますと、1人10万円を所得制限なく給付しますといったような給付金のことです。で、こういった給付金、特別定額給付金のような10万円、国民1人当たり10万円を給付するというような給付案については、それはコロナ禍のような国難でないと行えませんというふうに岸田内閣は言っています。ただコロナ禍よりも生活が苦しいといったような実情があります。その2回目を行ったらどうだという声が国民からめちゃくちゃ上がってきているといったようなことがあります。例えばコロナ禍というのは例えば飲食店とか、旅行業とかあるいは交通に関するような企業というのは非常に苦しかったというのがあります。ただ我々一般的な国民に関してはこのコロナ禍よりも非常に苦しいといったような現実があります。物価が上がっています。給料は上がっていないといったような状況です。その中において2回目をやったらどうだという声があります。さらにこの岸田内閣に対して不満だと
いう声がこの岸田内閣の世論調査について過去最低の 14% といったような形で上がってきているということです。もしこの10万円給付されるということになれば、生活費の負担が軽減されたりとか、あるいは消費を促進して経済活性化になるといったような声もありますと。いやいや、ただこういった10万円給付をしてももうほとんどが貯金に回ってしまったんだという内閣の声もありますが、これはコロナ禍のアメリカでは1人10万円、失礼しました、50万円現金給付されていると、200兆円を超えるような景気刺激策っていうのがありました。日本はその中で10万円の給付というところにとどまっているというのもありますので、もっともっと国民に給付をして国民の生活を楽にするというところを超えて、さらに経済を活性化するといったようなところまでいかなければダメなんだといったような声も上がっているという声です。で、この国民の声もなかなか無視できないといったような状況に岸田内閣はなっています。なぜかと、今年は衆議院の解散がもしかしたらあるのではと言われています。この岸田内閣の目論見では、この今年の1月から6月にかけての通常国会でいろいろな法案を成立させて、でその後に去年の年末に経済対策案として発表した非課税世帯に7万円の給付ということに加えて、この6月から一般的な課税をしている世帯に対しても1人4万円の減税を実施していくといったようなタイミングになります。今回岸田内閣の支持率が下がっている理由というのは主に2つあります。この政策が納得できないということと、例の裏金問題というこの2つあります。で、この裏金問題に関しての政治資金規正法というのをこの通常国会の1月から6月の間で改正、その法案を成立させて、そして6月から減税4万円、1人減税4万円というのを実施して、少し支持率が上がった段階で衆議院を解散していくといったような形になれば、そこで自民党はもしかしたら議席を減らすといったような形になっても、過半数を獲得していれば、与党としては継続できますので、その承認、国民の承認をもってして自民党総裁選に挑み再任ということで、また岸田内閣を継続していくといったような目論見がありますというところですね。であるにもかかわらず、過去最低の 14% といったような形では、このタイミングで衆議院を解散したとしても、もしかしたら自民党がこの与党でなくなってしまうと、過半数を獲得できないといったような状況にすらなり得るといったようなこの支持率という状況ですとなれば、こういった国民の声を汲み取って、この衆議院解散のタイミングであるとか、あるいはその前の通常国会の中でも、この国民に対して特別定額給付金の10万円給付のような給付金の案というものが上がってきて、実際に法案成立といったような形になる可能性もあるというふうに言われています。この岸田内閣に対しての過去最低の支持率というのは、こういった国民の声になります。その国民の声というものを汲み取って、10万円、全国民に10万円給付の特別定額給付金の2回目というものが実現といったような形になる可能性も出てきたのではないかなというふうに思っています。で、この10万円給付を政策にしている政党っていうのは、実は与党では今のところなくて、自民党とか公明党にはありません。ただ、この特別定額給付金の1回目も公明党であるとか、あるいはこの国民の声を汲み取って公明党がその声を自民党に対して突き上げて、いやもう国民は10万円給付というのを求めてますと、なのでやってくださいよということで自民党をつっついて政策は実現したといったような背景があります。こういった形で野党ではありますけれども、あるいは国民の声も背景にありますので、10万円給付やったらどうだということを政策にして提案していけば、この特別定額給付金の2回目、国民の生活も苦しいので10万円給付といったような形になってくる可能性もあるんではないかなというふうに思っています。国民民主党はインフレ手当として
10万円を給付するということを今後も提言していくというふうにはっきりと言っています。あるいはれいわ新選組に関しては、春夏秋冬、四半期に1回ごと10万円を給付すると。この財源はあるんだというふうに言っています。今後も提言していくというふうに言っていますので、こういった形でいろんな政党ですとか、あるいは国民の声ということで岸田内閣を突き上げていけば、この特別定額給付金の2回目と10万円給付といったような形になる可能性もあるというふうに思ってます。で、結構この給付金に関する動画っていうのは皆さんに結構見ていただいてます。中には140万回再生された動画もあって結構ご覧になっていただいていて、おそらくこういった与党ですとかそういった政府の関係者の方もそういった動画を中にはご覧になっている方も多いと思います。なので、ぜひこういった国民の声が突き上げて、動かしてですね、この10万円が実施されたという特別定額給付金の例もありますので、ぜひこの特別定額給付金、あるいはこの現金10万円給付ということに関して賛成、もう反対のその一言でも構いませんので、ぜひコメント欄に入れていただいて、こういった国民の声をどんどん伝えていってですね、ぜひそういった形で実現していきたいなというふうに思ってますので、ぜひコメントを入れていただければと思います。で、さらにこの給付金に関する動画っていうのは、いつも新しいニュースが出たら出してますので、給付金の情報が出たらすぐに知りたい。あるいは特別定額給付金のもし2回目があったらすぐに申請をしてできるだけ早めにもらいたい。あるいは確実に給付されたいという方はぜひチャンネル登録をしていただければというふうに思います。ありがとうございました。